極性の超高速通信。私たちはしばらく沈黙していましたが、私はふと思い出して尋ねました。あなたたちの円盤はどのように操縦されるのですか？円盤の速度は非常に速いから、人が直接操縦することはできないよ。私たちの円盤はすべてコンピューターで事前に設定されたプログラムに基づいて操縦されているんだ、とスダールが答えました。また円盤の内部と外部では時間の経過の速さが異なる。これは円盤の内部と外部の時空が異なるからで、さらに操縦システムが存在する領域の時空も他の領域と異なっている。私たちがある惑星に向かって飛行する際には、その惑星と私たちの惑星との距離や座標を事前に測定して、円盤の移動時間を利用して飛行距離を精密に制御するよう操縦プログラムを設定しているんだ。地球に到着した場合、まず円盤を一種の準冷気状態で停止させて、必要に応じて円盤を冷気状態に切り替えて高速で飛行させる。でもその高速飛行の時間は非常に短くて、わずかな距離しか進まない。こうした冷気状態と準冷気状態を繰り返すことで、円盤を地球上空で高速よりもはるかに遅い任意の速度で飛行させることができるってことだ。その測定は非常に正確でなければならないのでしょうか。万が一誤差が生じた場合、事故が起きる可能性はありますか？と私は尋ねました。その通り、測定が正確でないと円盤が星に衝突するような事故が発生する。私たちは事前に設定されたコンピュータープログラムを使用して円盤を高速で地球に接近させて、地球の近くに到達したら時空状態を調整し、高速よりはるかに遅い速度で地球に向かって飛行を続けるんだ、とスダールは説明しました。でもこの測定は私たちにとって難しいことじゃない。地球で最も先進的な測定器具はレーザーだろうが、私たちは人工フィールドを利用して測定している。場の本質は円柱状の螺旋運動をする空間にあって、この場を用いた測定はレーザーよりもはるかに先進的なんだよ。測定には情報の伝達が関わってて、精度が高く広範囲にわたって利用できる。地球では月の位置や地球までの距離を測定するためにはレーザーの反射によって確認しているけど、これには欠点がある。例えば地球から遠く離れた星にはレーザーが届かないから距離の測定ができないし、レーザーのエネルギー消耗も大きい。またレーザーの発射と反射には速度の限界があるから情報伝達が遅くなる。一方で私たちが使用する人工フィールドスキャンはエネルギーの消耗がゼロで、非常に遠く離れた星に対しても利用可能だ。この場は超高速で移動できるため高速の制約を受けないんだ。場の本質は物理的な空間ではないため、物体のように速度の限界に縛られることがない。現在私たちはこの場を使って遠い星の距離や位置を測定するだけでなくて、それらの星の観察にも使用している。宇宙の奥深くを観察するのはもちろん、電子や光子よりも小さな微細な世界や星の内部構造も見ることだってできる。さらに私たちは人工フィールドスキャンを使って相互通信を行っている。この方法はレーザーや電磁波を使った通信を凌駕しているんだ。例えば地球では車を運転しながら電磁波で通信しても問題なく機能する。なぜなら電磁波は高速で移動し、車の速度をはるかに上回るからだ。でも高速で宇宙を移動するときに同じく高速の電磁波を使って通信しようとしても、それは全く役に立たない。だからこそ超高速で通信できる人工フィールドスキャンは私たちにとって最適かつ唯一の選択肢になるんだ。あなたたちの星でも人工フィールドスキャンを使って通信しているのですね、と私は言いました。その通りだよ。この場を使った通信は電磁波通信よりも圧倒的に優れてるんだ、とスダールは答えました。ノートンも説明しました。例えば地球上の深い地下炭鉱で事故が発生し、坑道が厚い土層に覆われると、地球の電磁波信号はその厚い土を通過できず、外部と連絡が途絶えてしまいます。しかし私たちであれば場という媒体を使って通信するため、このような障害はありません。場の本質は空間そのものであり、空間が媒体として機能するため星全体をも通り抜けることができます。また星の内部を探査したり地震を予測したりする際も人工フィールドスキャンは非常に便利です。場は情報を伝達し、透過力が極めて高いためほとんど何も妨げることができません。また電波過程でのエネルギー消耗が極めて少なく、ほぼゼロに等しいため
遠距離に情報を送る際にもエネルギー消費はありません。さらに場による情報電波の速度は電磁波よりも速く、理論的にはほぼ無限の速度に達することができます。電磁波の速度は高速に限られますが、場を使った情報電波は高速を超えることが可能です。なぜなら空間そのものが特別な性質を持つ物質であり、通常の物質粒子とは異なるからです。通常の物質粒子は質量や電荷を持ち、速度が高速に近づくとその質量が無限に増大します。しかし電磁波や光は電荷の加速運動によって発生しており、この加速により反重力場が生じ、電荷粒子を冷気状態にしてその質量や電荷の特性を消失させ、高速で移動させることができるのです。光も本質的には一種の物質粒子であり、その波動性は空間自体の波動によるものです。空間は高速で常に運動しているため、光は実際には空間内で静止しており、空間の高速運動に同調しています。そのため光の速度は高速を超えることができず、物質粒子も自然状態では高速を超えることはできません。しかし空間そのものには質量も電荷もないため、通常の物質とは異なり、その運動速度は高速の制約を受けません。場を利用した通信は情報伝達に空間そのものを活用することに等しく、宇宙における最も高度な方法なのです。宇宙は物質粒子と空間の2つで構成されているから、物質粒子を使って情報を処理するのはもはや時代遅れだ。情報伝達には空間を活用することこそが最も先進的な方法なんだよ、とスダールが続けました。この惑星では情報の伝達だけじゃなくて、大規模に空間を利用して情報を処理しているんだ。私たちのコンピューターとグローバルな情報ネットワークの全球情報網は地球上のコンピューターやインターネットに似てるけど、私たちのコンピューターは物質的な装置じゃなくて仮想的なもので、情報の伝達は主に空間を通じて行われている。ここでは人工フィールドスキャン技術を使って空間を介した情報ネットワークが皆の脳に常に接続されている。これにはコンピューターや機器を使う必要がなく、他者とのコミュニケーションや情報アクセス、さらにはネットワーク接続まで全て空間を介して行うことが可能となっているんだ。私たちは現在情報を保存する際にも空間を利用している。宇宙空間情報場の概念によれば、宇宙のどの空間も今日、過去、未来の全ての情報を保存できるという基本原理がある。つまり空間の情報保存能力は理論上無限大だということだ。実際に運用する際には空間に情報を保存する能力は他の条件により制約を受け、完全に無限とはいかないが、それでも地球人にとっては驚異的なレベルだろう。地球では現在も目に見える資源や物質、例えば食料や石油、金属などが重要視されているけれど、情報やデータの価値に気づいている人はまだ限られている。いずれ地球人も空間に隠された秘密に気づき、空間を大規模に活用して情報を伝播し、処理し、保存することの重要性を理解するようになるだろう。特に地球人が高速船を開発した後には大規模な宇宙旅行が始まることになる。その際、今までの電磁波通信では追いつかず、瞬時に到達するような無限に近い速度の通信モードが必要になる。つまり空間そのものの運動を利用した地球でいう量子もつれに似たモードの通信が必要になるってことだ。そうして約1時間が経過した時、飛行船の内部に映し出されていた 3D 立体画像が突然消え、いくつかの小さな赤いロボットがかすかに震えながら体を一つに収縮させていきました。彼らは紫がかった色に変わり、水滴のように床に散らばった後、飛行船の内部に溶け込むように消えていきました。その時、穏やかな女性の声が再び私の頭の中で響きました。ゴック星に到着しました。降りましょう。その声は途中で絶えず案内を続けていたようです。気がつくと私たちは彼らの星に到着していました。彼らの仲間が現れ、私たちの星に到着しました。どうぞ降りてくださいと案内してくれました。